桜島は、その高い活動度において日本を代表する活火山です。アイラカルデラの南端部は、桜島の誕生以前からたびたび大噴火を起こしてきた場所です。ここにはマグマの通り道があるのです。数百年おきの大噴火を除いては静かであった桜島も、近年は様子が変わります。特にこの70年間は、休むことなく噴火を続けるようになりました。私たちは、桜島の山体形成期に立ち会っているのかもしれません。九州島の奥深くまで入り込む鹿児島湾。ここは、今なお拡大を続ける大地の裂け目、鹿児島地溝が通る場所です。地溝の範囲は、格闘盆地から鹿児島湾を通り、おそらく機械カルデラ付近まで連なっています。薩摩半島の南端にある、オンカドビラ断層崖は、まさに、この地溝の沈み込みを担う正断層です。300万年ほど前から拡大と沈降が始まった鹿児島地溝でしたが、一方では火山活動も開始し、火山噴出物が地溝内に堆積していきます。そのため、長い期間陸地状態を保っていました。100万年前を過ぎて間もなく、海水はついに現在の湾王付近にまで到達し、鹿児島湾の原型が誕生します。この頃から地溝内の火山活動も活発化し、大規模火砕流噴火が何度も発生します。今とは異なるいくつものカルデラが繰り返し形成されていたものと思われます。この時期、湾王に堆積した火砕流の厚さは100メートルを超えます。鹿児島湾が地溝の沈降速度ほどには深く陥没していないのは、この膨大な火山噴出物が堆積しているためです。50万年ほど前は、溶岩などの噴出が続き、湾王が再び陸化していった時期です。しかし、その後40万年前にかけて、再び浅い海となって、火砕流が海中に堆積します。このように、現在アイラカルデラのある湾王部は、複合的な要因により、海水の流入と陸化とが繰り返されてきた場所です。湾王の東側、アイラカルデラの東壁は、切り立った高い壁となっています。海底まで続くこの陥没は、1回の巨大噴火だけで形成されたものではありません。およそ34万年前、格闘火砕流が南九州の広大な範囲を覆った頃、この東壁がすでに存在していたことが分かっています。3万年前の巨大噴火の以前から何度も繰り返されてきた鹿児島地溝の大規模噴火。カルデラの東壁は、その数十万年の痕跡です。30万年前から10万年前までの時期は、鹿児島地溝の北部では格闘カルデラが、南部ではアタカルデラが形成されていました。一方、その中間にあたる鹿児島湾王地域は、比較的静穏な時期でした。しかし、約10万年前、温暖期のピークを過ぎた頃から、鹿児島湾王地域では火山活動が活発になり始めます。アイラカルデラの影が見え始めた頃です。およそ9万年前、現在の霧島市国分市街地付近から、比較的小規模なマグマ水蒸気噴火が発生します。続いて、現在のカルデラ中心部付近で、大規模なプリニー式噴火が発生します。軽石は、現在の都城付近で2メートル、
宮崎市付近でも50センチ程度堆積しました。この噴火の発生時期は、近隣のアタや喜界、阿蘇で発生していた巨大噴火に挟まれた時期のものです。福山噴火は、それらの噴火規模にはやや劣るものの、およそ30万年の間静穏であった、この地域、アイラでも活動が活発化し始めたことを示すものでした。カルデラ形成噴火、そして、現在の桜島へと連なる大きな活動期は、この頃から始まったのです。6万数千年前、現在のアイラカルデラの北東部では、熱い溶岩流の噴出がありました。次に約6万年前、現在のアモリ川河口付近から再び大規模な噴火が発生します。一連の噴火では、高い噴煙柱の形成とその崩壊による火砕流が何度も起こります。これにより、宮崎平野の中部に達する厚い軽石と、カルデラの北東に残る火砕流を堆積させました。3万数千年前、日本列島に人類が定住し始めた頃も、アイラ火山の活動は続いていました。現在のカルデラ周辺部に残るこれらの溶岩流。すでに崩壊したカルデラ内部でも、かつては同じように溶岩地形が連なっていたのかもしれません。約3万2500年前、岩戸噴火と同じく、アモリ川の河口付近からプリニー式噴火が発生します。噴出量は、他のプリニー式噴火と比べて小さいものでしたが、やはり宮崎平野にまで達しています。その約1500年後、3万1000年前頃には、アイラカルデラの南部、現在の桜島付近からプリニー式噴火が発生します。7回以上に分けて発生した噴火では、軽石が主に東北東方向に堆積し、その後火砕流も発生しました。アイラカルデラの南端部は、この噴火から桜島に至るまで、アイラカルデラの主要な噴出域の一つとなっています。カルデラ形成噴火の直前、約3万年前には、現在の霧島市国分清水付近でマグマ水蒸気噴火が発生します。カルデラ形成噴火の直前にあたるこれらの噴火の段階では、すでにアイラカルデラのマグマだまりは飽和状態であったものと思われます。深港噴火は大規模噴火に違いありません。しかし、当時すでに蓄積されていたであろうマグマの量を考えると、それでもわずかな放出に過ぎなかったのです。破局的噴火の以前、旧石器時代の人々の痕跡は、そのほとんどがシラスの下に埋められています。大規模火砕流になすすべもなく飲み込まれたであろう旧石器時代の人々。カルデラ形成噴火を前にしては、おそらく現代人と手変わりありません。南関東の立川ローム層は、主に富士山起源のテフラが堆積する地層です。その褐色の地層の中ほどに、白いガラス質の火山灰層があることが知られていました。1970年頃、南関東に広く分布するこの火山灰層は、主な分布地である丹沢にちなんで丹沢パミスと名付けられます。そして、関東平野の各地で発見された旧石器時代の遺跡の年代を示す鍵となります。しかし、
どの火山から噴出した火山灰なのかは不明でした。1975年、丹沢パミスの名付け親である火山学者の町田博らは、大山の麓に堆積する火山灰層、きな粉に見入っていました。そしてその火山灰、きな粉と丹沢パミストの驚くべき類似を発見します。きな粉も特徴的な火山ガラス質の火山灰であり、測定された年代も丹沢パミスと類似するものでした。その後、近畿地方の北部でも、きな粉や丹沢パミスとよく似た火山灰が発見され、そして、これらが同一のテフラであることが確認されました。これほどの広域にまたがるテフラが存在するとは、当時誰も考えもしないことでした。この時点ですでに革新的な発見だったのです。九原火山を特定するにあたり、まずこれらの分布の延長線上にある火山、三瓶山を調査します。しかし、九原火山であれば厚く堆積しているはずの三瓶山の近傍では、ごく薄い風化したものしか見つかりませんでした。続いて、厳島の周辺でも同一のテフラが発見されます。しかも、大山の山麓よりも、より厚く堆積していることが分かりました。こうしてこの火山学者たちの目は、次第に九州へと向けられるようになり、白洲台地、糸火砕流にたどり着きます。そして、糸火砕流の特徴は、丹沢パミスと全く同一と見られることが判明し、ここでついに、アイラカルデラと南関東がつながったのです。このテフラは、その旧源であるアイラカルデラ、そして丹沢パミスの名を取り、アイラ TN 火山灰と命名されました。当時の常識を覆すほどの広い範囲に分布するこのテフラは、広域テフラと呼ばれ、以後の広域テフラ研究の先駆となります。鹿児島湾の海底地形は均一ではありません。湾の北部は、水深がおおむね140メートル、最深部では200メートルの深さがあります。鹿児島市の沿岸付近では、水深30メートル程度にまで上昇し、そこを過ぎると、再び深い海となります。中央部では、水深200メートルほどの海底が連なっており、さらに、鹿児島湾の湾口に近づくと少し高くなる場所が現れます。薩摩半島の南東の端、長崎鼻の沖は、低いところでも、海面下90メートル余りにまで海底が高まってきます。海水準が現在よりも100メートル以上低下した最終氷期の極大期。この湾口が陸化した結果、鹿児島湾が広大な淡水湖になっていたのです。カルデラ形成噴火のあった3万年前の当時は、その海水準の低下の途上にありました。当時の鹿児島湾は、汽水湖、あるいは淡水湖の環境であったのかもしれません。この頃、現在の桜島付近から大規模な噴火が発生します。その噴出量は膨大なもので、巨大な噴煙柱がおそらく数日の間衰えることなく維持されていました。その継続中、噴煙柱の部分的な崩壊が複数回起こり、鹿児島地方内には火砕流も流下します。東南東方向に流れた軽石は、大隅半島の中部で数メートルも堆積します。この時点で、アイラカルデラの南部には、すでに大きな陥没地形、カルデラが出現していたかもしれません。これらの噴火の収束と前後して、アイラカルデラの北東部付近からマグマ水蒸気噴火が発生し、火砕流が流下します。
細流は、東側から南側のカルデラ壁には阻まれたものの、その他の方向には地形的障害がなく、北部、愛良、鹿児島の各平野に広がりました。直前のプリニー式噴火とほとんど連続した噴火ながら、妻屋火砕流の噴出源は、カルデラ南端部から北に移動したことになります。そして、噴火はついにクライマックスを迎えます。数万年をかけて蓄積を進めていたマグマだまりを、ここで一挙に解放します。少なくとも半径 90km に及ぶ範囲がこの糸火砕流に飲み込まれます。そして、南九州の大地は、その地形の凹凸にかかわらず、等しく死の荒野と化すのです。糸火砕流から舞い上がる火山灰は、発泡しながら極めて高速に上昇し、偏西風に流されるいとまもなく対流圏を突き抜けます。成層圏に達した火山灰は同心円状に広がり、その巨大な円盤状の雲は、日本列島を闇で覆い尽くしました。白い荒野と化した南九州。そして、湾の北側に存在したであろう火山や火口はすべて崩れ去り、広大な陥没地形、アイラカルデラが誕生しました。大隅高架軽石から始まるカルデラ形成噴火の総噴出量は、まさに桁外れの数字です。最終氷期の最盛期。カルデラ形成時よりもさらに寒冷化が進んでいた頃は、鹿児島湾が広大な淡水湖と化していた時期です。カルデラ形成後、火山活動が顕在化するのは、まずはカルデラ北東部、若巫女火山からです。26000年よりも前から、湖底での爆発的噴火と溶岩ドームの形成を繰り返しました。現在、アイラカルデラの東部の湖底には、若巫女階級、平瀬、沖瀬などの溶岩ドームが点在しています。若巫女カルデラの形成前は、このカルデラ部分にも火山帯が連なっていたものと思われます。カルデラの南縁からは、桜島火山が誕生します。カルデラ形成以前から、たびたび大噴火が発生してきたこの地点は、マグマが上昇しやすい場所なのかもしれません。最終氷期の最盛期にあたるこの頃、淡水湖であった鹿児島湾の湖面は、現在の海面より100メートルほど低い環境でした。カルデラ内の水深は、最も深い場所でも40メートルほど。誕生したばかりの桜島でも容易に陸化できたものと思われます。桜島火山の最初の爆発的噴火は約26000年前に発生します。およそ2000年の間に3度の爆発的噴火があったことが分かっています。この最初期の火山帯は、その後の活動によって埋没しているため、現在地表で見ることができません。桜島は、この最初期の活動の後、約1万年の長い休止期に入ります。
アイラカルデラの東部に点在していた溶岩ドーム群。これらは、ワカミコ火山の一部です。最終表記の最盛期、これら溶岩ドームの一部は、湖面に顔を出していたかもしれません。およそ1万9000年前、水面近くまで達していた溶岩ドームの一つが、爆発的に崩壊します。そして、水面上ではベースサージを、水面下では火砕流に似た流れをもたらしました。この後のワカミコ火山は、6000年の間、活動を休止します。アイラカルデラ一帯が静穏となる時期です。その頃、最終氷期の最盛期が過ぎ、温暖化とともに海面が上昇を続けていました。約1万4000年前、淡水湖であった鹿児島湾に海水が流入します。海水は、アイラカルデラの南縁の外輪山も越えて、湖水と入れ替わっていきました。約1万3000年前、海水面が今の海面下50メートル程度まで上昇していた頃、アイラカルデラの北東部の海底でカルデラ形成噴火が発生します。爆発的噴火の噴出物は、アイラカルデラの海底全域に広がり、数十メートルも堆積しました。陸地への影響は不明ですが、少なくとも、鹿児島湾が軽石で満たされたであろうことは推測できます。爆発的噴火によって、カルデラ北東部に連なっていたワカミコ火山の一部は崩壊します。そして、アイラカルデラの底から、さらに50メートルほど陥没した地形、ワカミコカルデラが出現します。ワカミコカルデラが形成されて間もなく、桜島も1万年の眠りから覚めると、桜島史上最大規模の噴火が発生します。海面付近で発生したマグマ水蒸気噴火でした。鹿児島市の周辺など、噴火地点から 10km の範囲にはベースサージが到達します。テフラは同心円状に広がり、沖合の薩摩硫黄島や竹島にも堆積しました。桜島薩摩テフラと呼ばれるこの噴火の規模は、桜島の噴火史を通じても、桁違いに大きいものでした。なぜ、この噴火だけが際立って大規模だったのでしょうか。桜島のテフラ噴出量の階段図を見ると、桜島はその誕生以来、おおむね一定のペースで噴出しているように見えます。桜島薩摩テフラが他の噴火と大きく違うところは、その噴火前、1万年に及ぶ長い旧式があることです。桁外れの噴火を起こした理由は、その間、マグマが蓄積を続けていたことにあります。長く沈黙を続ける火山というのは恐ろしい存在なのです。ここから桜島北岳の山体形成が始まり、古い山体を覆い尽くしていきます。同じ頃、ワカミコカルデラでは、再び海底噴火が発生し、軽石を堆積させました。ワカミコカルデラでは、これ以後、現在まで目立った噴火は発生していません。アイラカルデラの北縁、溶岩と火砕流でできた大地上に、縄文時代早期の遺跡があります。
桜島薩摩手倉の後2000年も経たずに、この地には大規模な集落が誕生していました。霧島火山群、アイラカルデラ、そして今よりも小ぶりな桜島を望めるこの場所に多くの人が定住していたのです。火山好きな縄文人がこの地を選定したのかもしれません。約10600年前、桜島で2000年ぶりの大噴火が発生します。テフラは南東や北西方向に流れたため、集落のある付近では10センチメートル足らずの体積にとどまります。集落の壊滅的被害は避けられたようです。約9000年前の噴火と同じ時期、北岳の東山麓に溶岩ドーム、権現山が形成されます。同じ時期に西の溶岩ドーム群も形成されました。桜島薩摩手倉に始まる新規北岳の噴火は、中規模以上の噴火がおおむね定期的に発生し、供給され続けるマグマを放出しています。この間、南九州では、機械カルデラや池田湖、霧島などでも大規模噴火が起きており、縄文土器の変遷に役立っています。およそ5000年前、北岳の最後の活動は、火砕流を伴う噴火でした。プリニー式噴火とともに発生した火砕流は、北斜面から海岸に達したほか、おそらく全方位に流下したものと思われます。北岳の最後の噴火からほどなくして、北岳の山頂火口の南斜面から新たな活動が始まります。約4500年前からブルカノ式噴火を盛んに繰り返し、新たな山体が北岳に重なります。また、同じ時期に熱い溶岩流も重なり、南岳の山体が育っていきます。1600年前までの約3000年間は、規模の大きい爆発的噴火が起こらず、もっぱら南岳の山体を成長させていく時期でした。南岳の火山帯の大半は、およそ2700年前までに形成されたものです。南岳の山体形成を経て、8世紀、桜島は、ついに歴史に登場することになります。